2021年11月16日から30日までの大志田さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。11月16日から30日までの大志田さんのリーディングを行います。まずこちらにソードの4がカードデッキ違いますけれども、3回連続で出ております。そして、オンドリのカード、傲慢な人を指すカードなんですけれども、こちらは2回連続で、そしてこのレムリアンクォーツのカードは前々回も出ていた。ということで、この数ヶ月ぐらい我慢の時を過ごされている方もいると思うんですが、その我慢がとても良い形で報われていく。こちらにワールドが出ておりまして、今までの我慢や努力がとても良い形で実って、次のステップに進んでいける。こちらにクラウンのカードも出ておりますので、このあなたの我慢や努力というものを見る人は見ていて、そしてそれが称賛される出来事がある。それは表立って称賛される。例えば賞を取ったり、表彰されたり、もしくは今までの努力や我慢が実って昇進するとか、希望の部署に配属されるとか、ただお金になるだけじゃなくって、栄誉につながるようなお仕事に恵まれていくとか、あなたが我慢してきたことというのが人間関係の場合もあると思うんですけれども、その人間関係と適度に距離を置きながら、ご自身の努力を続けてきた、忍耐を重ねてきたという結果として、次のステージに進んでいける。11月というのは、大志座さんにとって、今までの我慢や苦労というものが報われて、次に進んでいく大きな節目のタイミングになると思います。このワールドには、かつてアダムが持っていたものをあなたは持っているし、かつてシーザーが成し遂げたことをあなたは成し遂げることができる。だからあなた自身の世界を築きなさい。という意味の言葉が書かれてるんですが、今までのあなたの我慢や努力というものがとても良い形で評価されることによって、あなたの個性を発揮するステージが始まっていく。この我慢や努力があったからこそ、あなたを最大限に活かせる新しいステージが始まっていく。お仕事で言うと、まさにあなたの才能を最大限に活かしていくという感じですので、こちらにワンドのナイトとアバンダンスが出ておりますが、このとても良い環境に身を置くことによって、新たな挑戦が始まっていく。お仕事で言うと、ご自身の能力を最大限に活かせる環境になることによって、自分をより活かすためのアイデアというものが湧いてきて、そしてそれを思うだけじゃなくって、すぐに実行できる。そしてそれが新たなお金を生み出す、そしてとても良い人脈につながっていく、お仕事につながっていったり、それ以上に良いと思うのは、そのお仕事があなたをより磨いていく。そして恋愛で言いますと、
お相手をお探しの方いらっしゃいましたら、このステージが切り替わることによって、あなたの人生をより豊かにしていく出会いがある。おそらく一目惚れしてしまうぐらい情熱的な時。そしてお相手がいる方の場合は、このソードの4が3回連続で出ていたということで、少しお相手と距離を置かれていた方もいると思うんですが、その距離を置いていたということが、この時期とても良い結果になって現れてくる。お互い惚れ直すような出来事が起きてきたりとか、このアバンダンスのカードは2番ですけれども、お互いの人生をより豊かにしていくために、どういう関係性を育むべきなのか、ということに気づく。結婚歴や交際歴が長い方も、今回ステージが切り替わることによって、お互いの関係に新鮮さというものが加わってくる。そしてお互いの人生が共にいることで豊かになっていく。そしてこのおんどりのカードが2回連続で出ているということで、今人間関係に苦しんでいる方もいると思うんですが、この方に対してつかず離れずの関係、大人の対応というのが、この我慢の関係から卒業するために重要になってくる。あともう少しで卒業の時ですので、適度な距離を保って、ご自身の身を守りながら耐えていただきたいんですが、そういう時というのは、とてもストレスが溜まってしまう。なので、このソードの4が3回連続で出ていると思うんですけれども、自分の時間を大切にする、自分を癒すことを大切にする、頭を休める時間を持つ、この我慢の時を乗り越えていくためにも、なるべく早く次のあなたを最大限に活かせる、そして今までの苦労が賞賛という形で、とても良い形で報われていくステージに入っていくためにも、頑張っている自分を自分で癒す。この時おすすめなのは、このカードではパックしてますけれども、このステージが切り替わることによって、表立って称賛される方がいると思うので、例えば何かの賞を取るという場合は壇上に上がるとか、いろんな人の前で表彰されるとか、褒められるとか、新しいお仕事に切り替わって大勢の前でプレゼンをしなきゃいけないとか、あとは恋愛で新しい出会いがあるとか、今まで出会っていた人もあなたのことを新しい目で見ていくような、そういう人目に触れる機会というのが増えていくと思いますので、こういうセルフエステもそうですけれども、エステに行く、マッサージを受けに行く、温泉に行く、あとは美容室に行く、そういう外見をケアすることが癒しにつながるセルフケアというのがとてもおすすめです。今のあなたの癒しにもなり、気分転換にもなり、次にもつながる。あなたの今までの忍耐や努力がとても良い形で報われて、人生がより豊かになっていく節目のタイミングですので、自分をたっぷり癒して我慢の時を乗り越えて、自分らしい世界を築く新たなステージにピカピカな状態で入っていただきたいなと思いました。それでは11月16日から30日までの大志田さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。